皆さん、こんにちは。エマです。日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、日本語を勉強している人のために、日本語や日本文化に関するお話をわかりやすい日本語でお届けしています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる町では今朝なんですけど、この動画を見てわかる通り、すごく光が入ってきていて、気持ちのいい朝です。小鳥の鳴き声もチュンチュン聞こえますね。皆さんが住んでいる国ではどうでしょうか？晴れていたり、曇っていたり、それとも雨や雪が降っていますかね？今日のポッドキャストではタイトルを見てもわかる通り、日本の温泉についてお話ししていきます。皆さん、温泉とは何かご存知ですか？きっと日本に興味を持っている方や、日本に来たことがある方は、温泉をご存知の方がすごくね、多いと思うんですけど、温泉はリラックスするだけじゃなくて、体だったり心を癒してくれる存在です。なので今日はそんな温泉に関して歴史であったり、おすすめの温泉地だったり、あとは温泉のマナーですね。温泉に入る時のマナーなどについてお話ししていくので、最後まで一緒に楽しんでいってくれると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、まず温泉の歴史からお話ししていくんですけれども、私は本当に温泉が好きなんですね。なので、よくよく、毎年ですね、よく温泉に浸かりに行くんですけれども、実はこの動画を作るまでは、温泉の歴史については全く知りませんでした。なので、私もね、たくさん調べてきたので、皆さんに少しずつ共有していきますね。まずですね、温泉の歴史。このね、温泉は本当に古くまで遡ります。古代ですね。本当に昔から、日本のね、人々に愛されてきたものなんですけれども、この時にですね、たくさん歴史書って呼ばれる本があったんですね。歴史書。歴史がたくさん詰まった本ですね。書物。いろいろ書いてるものがあったんですけれども、このね、中にとても有名なものに、古事記や日本書紀と呼ばれる本がありました。この中にですね、温泉について書かれていたんですね。温泉についての、文章が書かれていました。他にもですね、いつだ奈良時代ですね。奈良時代や平安時代にかけた万葉集と呼ばれる、和歌集があります。和歌っていうのは歌ですね。歌の本があったんですけれども、そこにも温泉の記載がありました。温泉のことについて書かれていたんですね。なので、こういったことから温泉はかなり昔から、日本にあった、そして愛されていたということがわかります。そして他にも、本当に温泉って愛されていたんだなってわかるのはですね、神湯ですね。神湯っていう風に書かれていたんですよ。神様のお湯と書きます。神様のお湯。で、これをね、この文字を見たらわかる通り、神湯、神様と書かれているくらいなので、本当に人々から尊敬されて、敬われてですね、とてもとても大切にされていたことがわかります。敬うっていう言葉は、日本ではよくよく使われる言葉なんですけど、この場合、とても大切にするといった意味に近いですね。尊敬という気持ちを大切にしています。そしてですね、こんなことから日本にはすごく昔から温泉があったということが分かったと思うんですけれども、今ですね、温泉地は約3000個くらいあると言われています。3000です。
3000個ですね。とてもとても多いですね。私も実はこんなにもあるとは知らなくて、本当に日本には温泉がたくさんあるっていうのは知ってたんですけれども、3000、すごいですよね。3000個もあるなんて思いもしませんでした。そしてですね、なんでここまで日本の人々に温泉は愛されていたのかと言いますと、動画の最初にもお話しした通り、やっぱりリラックスできる効果があったり、心身ともにですね、体も心も温まる、そして癒されるという効果があります。でですね、きっと温泉に行ったことがある方ならわかると思うんですけれども、温泉の多くには、この温泉は何に効くかっていう効果が書かれているんですね。例えば、肩こりに効きます。肩こり。肩こりっていうのは肩が凝ったとか言うんですけど、毎日デスクワーク、仕事を座ってしてる人とかは、よく肩が凝ります。あとは心が疲れている人、心が少しストレスとかで不安を感じてしまっている、そういうことにも効きますよっていうことだったり、あと私は今怪我をしてるんですけれども、こういう切り傷って呼ばれます。ちょっとした傷を治してくれるよとか、こういった風にいろんなことに効くんですね、温泉っていうのは。で、これがその温泉に行ってみたら、少し書かれていたりする場所もあります。私は温泉に浸かりながら、それを読むのが大好きなんですね。ちょっと面白くてですね。この温泉はこういうとこに効くのかって思いながら、ちょっと入ってみるのがすごくすごく楽しいです。皆さんもね、ぜひ日本に来て温泉に行くときは、あ、この温泉は肩こりに効くんだとか、この温泉は心に効くんだなとか、そういうことを意識しながら入ってもらえると、より楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。でですね、こんな感じで、日本の温泉はかなり昔からあって、そして人々に愛されているっていうことが分かりました。私も本当に本当に大好きで、よく行って、癒されているんですけれども、温泉に行くにあたってのマナーがいくつかあるので、皆さんにご紹介したいと思います。もしね、これから日本に来て温泉に入ってみたいなと思っている方は、ぜひぜひ今日の動画を見て、楽しんでいってくれると嬉しいです。で、一つ目の大切なマナーは、これは一番大切。まず、体を洗ってから温泉に入ることです。で、温泉っていうのは、本当に皆さんが使うところ、例えば露天風呂だったり、そういったものがあるんですけれども、みんな知らない人たちでみんな一緒に入るんですね。なので、やっぱり綺麗に使う必要があります。なので、体を全部流したり、洗ったりして温泉に入ります。そしてですね、あとタオルを持って入る人がすごく多いんですね。なんでかというと、日本の温泉は服を着ません。服を着ずに、いつも家のお風呂に入る感じで、お風呂に、温泉に入るので、やっぱりタオルで体を隠して入る方が多いんですね。なんですけれども、この持って入ったタオルを絶対にお湯につけないことが大切です。お湯につけずに、みんな温泉の外にちょこんって置いておくとか、あとは頭に乗せる人も多いですね。私はいつも頭にね、乗せておくんですけれども、結構そうしている人は多いです。私は女風呂しか入ったことがないので、男性がね、お風呂に入るとき、温泉に入るときにタオルをどうしてるのかは、ちょっと私はわからないんですけど、女風呂に入るときは、女性はみんな頭の上にタオルを置いたり、タオルで髪の毛をぐるぐる巻いて、髪の毛がね、温泉に浸からないようにしてる方が本当に多いですね。
これが2つ目のルールです。そしてですね、3つ目のルールはですね、静かに過ごすことです。静かに過ごすこと。これも今の紹介したルール2つと同じように、温泉はみんなが使うところ、一人で入るところじゃなくて、知らない人も一緒に入るところなので、みんながリラックスして気持ちよく使えることが大切です。なので、こういった、静かにすることだったり、体を洗ってから入ること、そしてそのタオルは絶対にお湯の中につけないこと、そういったことが大切にされています。こんな感じで日本の温泉のルールについてお話ししてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか？日本はね、結構マナーというか、礼儀であったり、そういったことがとてもとても大切にされる文化なので、皆さんもね、ぜひ日本に来るときは、そういった一面も楽しんでもらいながら、温泉に入ってもらえるとすごく嬉しいなと思います。そして、じゃあ、日本に行くとき、どの温泉に行ったらいいの？さっき3000個もあるって言ったけど、どこが有名なの？っていう話なんですけれども、まず、私はこの今から紹介するところに、3つ紹介するんですけれども、3つとも行ったことがないんですね、正直。3つとも行ったことがないんですけれども、日本で本当に有名とされている3つの温泉です。これは日本三名泉、日本三名泉、日本の3つの有名な温泉と書かれるんですけれども、こう呼ばれる3つの温泉がありまして、1つは兵庫県の有馬温泉、2つ目は群馬県の草津温泉、3つ目は岐阜県の下呂温泉があります。この3つがとてもとても日本では有名とされているところなんですね。私は、いつもね、全然違う温泉に行っているんですけれども、でもね、温泉は本当に日本のどこに行っても結構気持ちいいところがたくさんあるので、皆さんね、興味のある方は、ぜひ、何個かいろんなところに行ってみて、自分のお気に入りを、見つけてもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに、私が好きな温泉は、トロトロしてるものなんか温泉にも、種類がいっぱいあるんですけれども、サラサラ。サラサラですね。あんまり、なんて言うんだろう。ぬるぬる。サラサラ。これはサラサラですね。サラサラ。音が聞こえるかわからないんですけれども、サラサラ。滑りやすいものですね。ぬるぬるっていうのは少しちょっととろみがある。とろっとしてるのがぬるぬるですね。そんなイメージが、温泉にはたくさんあるんですけれども、私はトロトロしている温泉が好きです。皆さんもね、ぜひいろんなところの温泉を試してみて、あ、ここの温泉良かったよとかがあったら、ぜひね、コメント欄で私も行きたいので、教えてもらえるとすごく嬉しいです。でですね、皆さん温泉に浸かりに来た時って、温泉以外何するのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、温泉以外は本当にたくさん楽しいことがありますよ。まず、温泉地。この温泉が有名な土地に行くと、温泉にまつわる美味しいご飯とか美味しいお菓子が売っている場所がすごくすごく多いんですね。特に有名なのは、温泉まんじゅうとか、あと温泉卵ですね。その2つが結構有名かなと思うんですけれども、多分その温泉のお湯を使って作ってるんだと思うんですね。温泉っていうのは、地下から出てくる温かいお湯のことなんですけれども、そのお湯を使って、
作る饅頭だったり、作る卵だったり、そういったことが本当に有名なんですね。しかも美味しいんですよ。私も温泉街に行った時に、温泉卵を食べたことがあるんですけれども、本当に本当に美味しくて感動しましたね。温泉まんじゅうも好きです。私は甘いものが大好きなので、温泉地に行ったらね、そういう温泉だけじゃなくて、ご飯とか、そういう、伝統的な料理ですね。食べ物を私はいつもすごくすごく楽しんでいます。なので皆さんもぜひ日本に来た時は温泉だけじゃなくて温泉と一緒に温泉にまつわるご飯だったり、あと雰囲気だったり、そういったものも楽しんでくれるとすごくすごく嬉しいです。ではですね、今日はこんな感じで温泉についてお話ししてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか？温泉っていうのは今日話した通り、本当に本当に魅力的な存在です。日本にとって欠かせない文化の一つかなというふうにも思います。皆さんの国でも温泉はありますかね？もしあったら、今日お話を聞いてみて、ここはちょっと日本と違うなとか、みんなが住んでいる街の温泉はこういう特徴があるよとか、いろいろ教えてくれたらすごく嬉しいです。では今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。でですね、最後に一つだけご報告というか、お話があります。実はですね、この前、その、バイミーアコーヒーっていうサイトをちょっと始めてみたんですね。これは、私がこうやってポッドキャストを作っていく中で、皆さんに少しでもサポートをしていただけたら嬉しいなという思いで作らさせていただきました。なので、もし私の動画で、いつも私の動画楽しいなとか思ってくれてたり、私の動画でいつも日本語を勉強してるよとか、いつもね、本当に嬉しいコメントをいただくんですけれども、もしほんの少しでも、サイト、バイミーアコーヒーで、少しサポートしていただけると本当に本当に嬉しいです。いつもですね、皆さんの高評価だったり、コメントだったり、本当に本当に励みになっています。皆さんのコメントはね、本当に温かいコメントだったり、優しいコメントだったり、応援してくださっている方が多くて、本当に本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。はい。では、今日も本当にありがとうございました。さらっとなんですけれども、バイミーアコーヒーのことについて少し、紹介もさせていただきました。では、今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では、またね、リクエストもたくさんお待ちしております。順番にね、お作りしますので、皆さん楽しみに待っていただけると嬉しいです。では、今日もいい一日をお過ごしくださいね。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。